今日はどん兵衛のうどんを作ります。グダグダやん。検討企画。本格的だしにカップ麺のうどんの麺を入れるのと手打ちうどんにカップうどんのだしを入れるの、どっちが美味しいか。なんでわざわざそんなことするんだ。ついでに全部手製とどん兵衛、どっちが安いのかも検証したいと思います。お揚げさんとかの具材はどうするの？油揚げとかまぼこがどん兵衛には入っていたので、これも同じように作ってどん兵衛の麺の方に入れます。どん兵衛に入っている油揚げとかまぼこは手打ちうどんの方に入れるってことね。一応ネギと七味も同じく入れることにします。どっちが美味しいのかな？今回のどん兵衛は西バージョンなので、昆布とカツオの合わせだしみたいですね。中の人は西の方に住んでいるので、スーパーにはこの西バージョンだけ売られていました。西の方ってなんやねん。公式ページによると、関ヶ原で東西バージョンも分けて販売しているそうです。マジか。早速手打ち麺の方から作っていきましょう。まず少し温めた水に塩を入れて溶かします。塩の量測った。塩は適当で OK。 水の量は強力粉に対して 50% 弱です。しっかり塩が溶けたら強力粉に少しずつ入れて混ぜていきます。地震でもあった。クロタンがキャットウォークから登って上から様子を見に来ていました。かわゆう。いきなりこねないで塩水をなじませていきますが、加水率高めなのであまりシビアに考えなくても大丈夫です。まとまってきたらこねていきます。今回は足で踏まないの？とにかく踏んづけられたいみたいね。放置プレイはやめて。少し水が多かったようなので強力粉を足します。50回ぐらいこねたらいい弾力になってきましたね。ムッチムチやねん。ビニール袋に入れて寝かしておきましょう。おやすみ。その間に油揚げの味付けをしておきましょう。中の人は油揚げを買った記憶は20年以上ないそうです。何歳なんだ。どん兵衛の油揚げって甘くて美味しいですよね。甘いのはどうやら西バージョンの話らしいよ。東にお住まいの方、東バージョンのどん兵衛を送ってください。ネットで買えるって。作ったことないので調べたところ、油揚げを砂糖と醤油、みりんで軽く煮るらしいです。みりんはないので料理酒を入れておきましょう。8枚入りしか売っていなかったのですが、とりあえず手間は同じなので4枚作ってみましょう。弱火でコトコト煮ながらたまにひっくり返します。本当にこれでいいのかな？まあ、あとはほっときましょう。さて寝かした生地がいい感じになっている頃なので、麺を打っていきます。麺棒で少しずつ伸ばしていきましょう。軽く四角くなるようにしていきます。ちょっと柔らかめの生地かな。あんたも分かってきたようね。毎回麺打つの似てるからね。柔らかめといってもしっかりこねているので弾力はあるのでご安心を。ガチムチの麺にしたい場合は加水率40から 45% にするといいです。ガチムチ。打ち粉をしつつどんどん伸ばしていきます。程よい厚さになったらパスタマシン登場。麺棒で伸ばしてもいいのですが、今回どん兵衛うどんと比べるために似たような幅と麺の厚みにしていきましょう。無理やりやん。ダイヤルで厚みを狭めていってどんどん伸ばしていきます。長すぎないか。半分に切ってもいいのですが、めんどくさいのでそのまま伸ばします。ダイヤル3までいったら半分に畳んでまたダイヤル1にかけてくっつけます。これは意味あるの？重ねて伸ばすことで弾力が増します。またどんどん薄くしていって、今回はダイヤル4まで薄くします。加水率が低い場合はゴン太になりますが、今回はそこまで太くない感じに仕上がるはずです。長すぎて持て余してるやん。麺打つ用の大きな板が撮影に使うには劣化しているんですよね。さっさと買いなはれ。麺を切ったらくっつきそうなのでしっかり打ち粉をしています。もうくっつきかけてるやん。どこが麺の達人なんだ。いや、加水率の低いラーメンばかり作っていたので、うどん作ると勘が狂いますね。なんやそら。さてついに麺を切る時が来ました。待ってました。長い長い生地をどんどん切っていきましょう。変な歌歌ってるね。もりんもりんに麺が出来上がりましたね。縮れ麺みたいね。400g は結構なボリュームありますね。少し麺が柔らかかったのでくっついてますね。長すぎな打ち粉をして
ほぐしてあげましょう。生地は長く伸ばしすぎなんだって。さあ麺を茹でるお湯を沸かしましょう。でだしを作るためのお湯も沸かします。さらにどん兵衛の油揚げとかまぼこ、ネギは乾燥しているのでこれを戻すためのお湯も沸かします。ややこしいね。ついでにどん兵衛のだしもこのお湯で溶かすわけですね。いろいろ沸かしている間にかまぼこを切っておきましょう。確認したところ3枚入っていたのでこちらも3枚切ります。全然大きさが違うけどね。どん兵衛の西バージョンは合わせだしとのことなので今回は日高昆布と鰹節でだしを取ることにします。醤油は入れないの？醤油は風味を保つために食べる直前に入れます。なんか上品な和食の匂いがするね。今のうちにネギを切っておきましょう。だしを一旦お椀に入れて温めておきます。これは温めるだけで昆布と鰹節を取り除いたらまた戻します。3つも沸かしていると頭がパニクりますね。かまぼことネギの入っただしは手製の油揚げを乗せたどん兵衛の麺の入ったカップに注いで蓋をします。これは5分待つタイプですね。それから手製の麺を茹でます。これは3分くらいと見込んでいます。その間にどん兵衛についていた粉末だしとネギ、油揚げ、かまぼこにお湯を注いでラップをしておきます。ほんとややこしいね。先に出来上がったものは運んでおきます。忙しい。手打ち麺が茹で上がったらさっと水で締めて湯切りします。名人ね。どん兵衛の出汁に手打ち麺を入れていきますが長すぎますね。長すぎると開けにくいね。仕方ないのでハサミで切ります。韓国料理みたいやね。ついに2つの交差した麺が完成しました。見た目はどっちも美味しそうやね。忘れていた醤油を入れます。待てよ、こっちどっちに入れるのか迷ってるやん。ほんと頭バグりますね。入れてどん兵衛の出汁には丸大豆醤油使用と書かれていますがこちらも有機丸大豆醤油を使います。あと七味もそれぞれに入れて完成です。美味しそう。出汁のいい香りがしていますね。先にどん兵衛の麺プラス本格出汁の方を食べてみます。どうなんでしょう。さっきちょっとどん兵衛からいこうか。まあ普通のどん兵衛よりちょっと優しい味がします。優しい味がするようですね。油揚げも食べてみましょう。これは付属のじゃなくて自分で味付けした方ね。揚げうま。めっちゃうまい。油揚げ美味しいようですね。カップに入っているからなんかのお味噌がくりそうう。まなんかうまい。めっちゃうまい。洗っちゃうぐらいうまいようです。いやお腹すいた。こっちは本格うどんで次は手打ち麺の方を食べてみましょう。お揚げもどん。なんかもうバグるわ。思っている以上にこの組み合わせは脳みそ混乱するようです。マジでバグるこれ。何これ。やっぱちゃんとしただしを食った後だとなんかね、なんやろ、薄っぺらいな。粉末だしが手打ち麺に負けているようですね。お揚げあんま。おいしい。このどん兵衛のお揚げ。油揚げは甘くて美味しいようです。再びどん兵衛の麺プラス本格だし。こっちのどん兵衛の麺の方がふにゃふにゃなんだけど、マジでこっちうまい。改めて本格だしの方を食べてみると麺はふにゃふにゃでもだしのうまさが勝っているようです。めっちゃ美味しそうな匂いしてるもんね。食べ比べてみるとだしの深みの違いがはっきりとわかります。やっぱりだしは大事ってことやね。どん兵衛の方も合わせだしと書かれていましたがどうしても粉末にしたり原材料のコストの関係で限界があったようです。アミノ酸も入ってたけどね。アミノ酸はうまみ成分ではありますが深みは出ないようで平凡な印象です。煮詰めたらちょっと含ませたけどめっちゃうまいこれ。自分で味付けした油揚げも美味しいようです。いやだしがうまい。めっちゃだしがうまいということですね。一方本格麺プラスどん兵衛のだしの方ですがこっちはもうめっちゃもっちもちで麺はめっちゃいいんだけどね、やっぱ比べちゃうともう味が平らの麺の力強さにもう
だしが負けてる。麺がもちもちしていて美味しくても出汁が弱いといまいちに感じます。出汁が負けてるってことね。けどやっぱちゃんと今作ったばっかりの揚げに比べちゃうと味が単調かな。油揚げも食べ比べてみると手製の方が美味しいようです。だんだん出汁と混ざってくるしね。かまぼこはまあ交互に食べていると余計に粉末だしの平凡さが目立ってしまい、本格だしのうまさが際立ってしまいます。いくら麺がもちもちしていてもダメなのね。めっちゃうまい。マジでだしがうまい。今まで中の人は麺のもちもちさにこだわって作ってきましたが、最近だしの大事さに目覚めてきたようです。まあ結論としてはどん兵衛のうどんだけどだしは本格だしが圧倒的にうまいです。結論、手製麺はもちもちして美味しいけどだしが大事もちもち麺と本格だしのゴールデンコンビのうどんが食べたい。ということでゴールデンうどんも食べることにしましょう。1回に食べる麺の量えぐい。さっき切り分けた手打ち麺がまだあったので本格だしと合体させてみました。待ってました。さあ食べてみましょう。笑いが止まらない美味しさのようです。やっぱこれだね。どん兵衛はどん兵衛で美味しいのですが、ちゃんと作った麺とだしには全く及びませんね。満面の笑みやね。最後にめっちゃうまい。かかったコストですが、1食分の麺を 100g として強力粉26円、塩、醤油、砂糖、七味3円、かまぼこ3切れ16円、油揚げ1枚17円、ネギ20円、鰹節20円、昆布40円、合計で143円、どん兵衛は188円でした。手打ちうどんと本格だしの方が安いやん。ま、手間をかければ安くて美味しいってことですね。インスタントの手軽さは別問題ってことね。ちなみにこの材料でメンマをおかわりしても26円しか変わらないです。もりもり食べれるね。ちなみに麺は市販品でも出汁さえ取れば美味しいので、乾麺や冷凍うどん、蒸し麺などでもいいですよ。カツオと昆布だしはまさに日本のインスタントスープの素で簡単に美味しいだし汁が取れますので超おすすめです。ほんとだしが良ければ料亭の味になるのね。醤油もケチらずにいい醤油を買うことをおすすめします。ドバドバ入れるわけじゃないからね。ということでだしが一番大事。だししか勝たん。また次も見たいと思ったらいいねしてね。チャンネル登録もしてね。うまっす。またね。やあ。ごちそうさま。じゃあねー。